石油の値段が原油1バレル100ドル超えましたみたいになってるんですけど、クウェートが数日以内に原油の製造を停止するんですよね。石油が今めちゃくちゃ高くなっています。という状態において、クウェートがもう石油作るのやめますって言ってるんですよ。これなんでやめますって言ってるかっていうと、クウェートの生産量はずっとあったんですけど、倉庫満タンになっちゃったんですよ。海峡を通してもともと何万バレルというのを、何百万バレルかっていうのを運んでたんですけど、そこの海峡が埋まっちゃったので、石油の生産工場のタンク自体が埋まっちゃったので、これ以上石油掘ったら溢れちゃうよねっていうので、石油を掘るのを止めますっていう、数日で止めますという宣言をしたんですよ。で、これ多分ね、ホルムズ海峡が閉鎖されるものだと、多分他の国もそういう形になって、世界中の石油の流通量自体が減っちゃうんですよね。世界中の石油の流通量が減って、世界中で原油の値段が上がって、いろいろ困るよねってなるのがまずいので、アメリカ様の考えた方策というのが、ロシア石油売っていいことにしようぜっていう。ロシアって経済制裁してるので、石油売っちゃダメだよねっていう風にしてるんですけど、でもこっそりインドとか中国とか買ってるんですけど、これがもうロシア石油売っていいことにしようぜってなると、もうロシア・ウクライナ戦争、ロシア勝ち確定なんですよ。世界中で価格が上がってるところで、ロシアが独占してすごい高い価格で原油売りまくるっていう。いやいや、経済制裁世界中でやってるの、これいいですかっていう。イランとアメリカが戦争したいから、ロシアの経済制裁やめるわってどうなのみたいな。とはいえ世界中の人たちっていうのは石油は欲しいので、石油ないと本当に人死んじゃうんでね。出光興産が1年が作れないって言ってて、1年っていうのが輸血用のバッグとかカテーテルとかチューブになるようなものっていうので使われるんですけど、それの原料がナフサと呼ばれるガソリン油とか石油的なものを取った後に残ったもので作るんですけど、残ったものっていうのが足りなくなっちゃうんですよ。20日ぐらいで。なので、1年の製造できなくなりますよっていうのが出光興産が取引先に言ってるっていうので、ポリエチレンとかですね、はい、ペットボトルとかも作りづらくなってくると思うんですけど、このナフサっていうのは日本でも原油をそのまま輸入してきて、そこで精製して、中でナフサもちょっとずつは作れてるんですけど、その量だけだと足りないので、もともとナフサだけを出光さんは、ホルムズ海峡を通して輸入してたんですよ。で、これがなくなってしまうと、残念ながら20日以上なくなってしまうので、新たなカテーテル作れないよねとか、手術用の手袋とかも作れないよねとか、点滴とかお薬とかが入ってるような袋自体がないので、お薬があったとしても流通させられなくなるよね。で、これが20日なんですよね。じゃあペットボトル作るのやめますとかっていうので、ある程度変えられたとしても足りないというのは現実的な問題なので、これ日本がまだ言ってくるんですけど、世界中でこれが起こるので、多分世界中で石油不足、ナフサ不足、エチレン不足によって死者が増えるよねっていうところになった時に、アメリカさん何やっちゃってんのっていうのになる確率が高いんですよね。ベネズエラを侵攻してぶっ潰すというのは、アメリカにとって利益があると。だからやってもいいんじゃないかっていうのが、アメリカの論理なんですけど、巨大な軍事力のあるアメリカが、この国ムカつくって言って潰すというのが OK ですという社会になってしまった時に、ロシアがこの国ムカつくって言ってウクライナを取りに行きますと、ムカつくというか、ここ俺のもんだって言ってウクライナを取りに行きますとか、じゃあ中国が台湾もともと俺たちの土地なわけだから取りに行くぜって言って取りに行きますっていうのも、やっぱり国際社会は止められなくなってしまうよねっていう話があるんですよね。トランプ大統領が結構すごいのは、ベネズエラとアメリカは全然別の国なんですよ。でもベネズエラに侵攻した後に石油会社の運営はアメリカでやりますと。アメリカがその石油を売って滞在費用とかはその石油を売った費用から出しますよって言ってて、ベネズエラの石油資源というのをアメリカが奪って、でそれを世界中に売って、その利益というのもアメリカに入りますよっていうのをトランプ大統領も最初から言っちゃってるんですよね。それはなんか強奪と何が違うのっていう風に言われると思うんで、本来の目的を隠してやるんだったらまだわかるんですよ。イラクに昔アメリカが戦争した時も、イラクは石油がいっぱい出てくるので、フセイン政権が崩壊した後のイラクの石油利権っていうのをもらえるから美味しいよねっていうのがアメリカの国内の世論としてはあったんですけど、やっぱりアメリカの大統領表向きそれは言ってなかったんですよ。イラクぶっ潰してイラクの石油の利権っていうのをアメリカで手に入れようぜはやっぱり言ってなかったんですよ。でやろうとしたんですけど、結果として多国籍軍という形でイラクに入ったので、フランスとかがブーブー言ったりして、結果としてはやっぱりそのアメリカがイラクの石油利権を独占するということはできなくなったんですよね。石油利権というのが独占できないよねっていうのがあったんですけど、今回石油利権はアメリカが奪いますっていうのをアメリカの大統領が言っちゃってるんですよね。
これを認めちゃうというのは、ちょっとね、果たしてどうなのかなっていう。本当ね、本音をそのままダダ漏れしてくれるっていうのがね、トランプ大統領の分かりやすさで僕は好きなんですけど、とはいえね、なかなかのことをやってくるなと思うんですけど、はい。イラクの場合は国籍軍っていう形で EU、NATO とかの軍隊とかも駐留してたので、イラクの石油利権というのをアメリカが独占するというのはできなくはしてたんですけど、今回ベネズエラに関しては多国籍軍というのは動いてないので、結果としてそのアメリカがそこを独占する、ベネズエラの石油利権を独占するというのができちゃう状態ではあるんですよね。それを止めるということがなかなか難しいよねと。ただとはいえ、ベネズエラのマドゥーロ大統領を拉致して、ブルックリンかなんかの拘置所かなんかに交流してるっぽいんですけど、で、一応ベネズエラは副大統領がそのまま政権を今運営してる、マドゥール政権の副大統領なので、マドゥーロ政権の偉い人なんですよ。なので、そういう意味でマドゥーロ政権としての方針というのは、変わらないとすると、石油運営利権というのをアメリカに素直に渡すのかなっていうと、結構微妙なところだとは思うんですよね。なので、石油利権がどう動くかっていうので、素直に渡さないっていうので、もう一回アメリカが攻撃したとして、石油利権を渡さないからベネズエラを攻撃しましただと、さすがに海外の方々はもうちょっと文句言うんじゃないのと思うんですけど。ちなみにね、ベネズエラの国民はね、結構喜んでいます。マドゥーロ政権が本当にひどかったので、なので、ベネズエラ自体がマドゥーロ政権が崩壊するということによって、南米中に避難しているベネズエラの人とか、ベネズエラ自体も喜んでるので、なので、悪いやつを追い出すということで考えると、アメリカのトランプ大統領がやったことというのは、ベネズエラの中でも評価高いし、僕もそういう意味でいくと、さすがにベネズエラはひどいよねという状態ではあったので、それを良くするというのは地球全体にとって良いよねとは思うんですよ。ただ、悪いやつを排除したから、その国の価値のあるものは俺のものだっていうのをやってしまうと、それは正義の使者なのか強盗なのかの判定基準難しいよねっていう状態になってしまうので、この間、日本は資源も特にないし、働きまくりしかないって言った方が、はい、そうです。結局、日本の場合は、いかに働いて金を稼ぐかっていうのをやらなきゃいけないので、外貨を稼ぐ仕事を一生懸命やるしかないんですよ。国内でいくらお金を回してたとしても、石油が買えないので、なので、国内の産業の GNP のが大きいのだから、日本は国内の仕事だけでいいのだっていう人いるんですけど、残念ながら、外貨を買うお金がない。日本円を受け取る人というのが、海外にどんどん減ってしまうと、円がどんどん安くなって、結果として石油が高くなってしまうとか、レアアース、レアメタルが高くなってしまうとか、食料品の輸入も高くなってしまうとか、肥料の輸入も高くなってしまうとかなって、物価が高くなってしまうとかあるので、本質的には物価が高くなっている原因としては、日本が外国に物を売るだけの魅力的な商品を作ることがあまりできていないという問題だったりするんですよね。円安よろしくないよね。円安の方向にしている国債すりまくりよろしくないよねって話を僕がすると、じゃあどうすればいいんだってなると思うんですけど、短期間で何かをして日本が良くなるようなほど簡単な問題ではないんですよね。40代で非正規雇用です。結婚したいです。アドバイスとか1年何かしてなんとかなる問題じゃないじゃないですか。もう40代で非正規雇用で結婚したいって言っても、まともの人はもう結婚しちゃってるわけですよ。子供欲しいってなるんだったら、やっぱり高齢出産っていうのがあるので30代の女性ってなると思うんですけど、子供が産める30代の女性であれば、やっぱ40代非正規雇用と結婚しないよねっていうのはあるのですよ。っていうのが多分日本の問題と一緒で、日本が外国に売る商品がないので、なんとかして外国に売る商品を作らなきゃいけないよねという状態で、とはいえでも日本はお金を払ってない人にもサービスを提供しなければならないという政治的約束をしてしまったんですよ。赤の他人の家にわざわざ来て食事を作ってくれて介護をやってくれてというのが税金で全て賄われる国って、北欧とかフランスとかは多少はやってくれますけど、日本ほど手厚くはないんですよね。でも日本の場合ってどんな人でもお金がない人でも家まで介護の職員の人が来てくれてケアをしてくれてっていうので、そのお金は誰か別の労働者が払った税金と社会保険料でなんとか帳尻合わせてるわけじゃないですか。で、労働者はどんどん減っていって高齢者の人数というのは増えていますと。ヘルパーさんの給料というのをずっと赤の他人の労働者が払い続けてるんですよね。昭和の時代ってそんなシステムなかったんで回ってたんですけど、平成以降そういうシステムにしちゃったんですよ。なので結果として国債の利回りの国債をいっぱい発行しちゃってるんで、
国債の利子というのを払わなきゃいけませんっていうのもあるし、社会保険料っていうのも足りてないので、国が税金突っ込んでヘルパーの人の給料払わなきゃいけないっていうのがあったりとか、お医者さんに対しての費用だったり、薬代とかって出さなきゃいけないよねっていうのがあって、本質的には何か一個円安にしたから全て解決だとか、国債を吸って1年頑張ったから全て解決だっていう問題ではなくて、本質的には日本人の人口が増える状態にしなきゃいけないんですよ。人口が減り続けてる国に投票する人っていうのはあんまりないので、トヨタ自動車単体とかであれば投票する人いますけど、日本国と考えると、それは人口増えてる人と減る国だったら人口増えてる国に投資するよねっていう、至極当たり前の話なんです。なので、なかなか厳しいよねっていう。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。